こんにちは、福原美穂です。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、私の15周年ライブにも、出てくださいます、大好きなお二人をゲストにお迎えして、ちょっとまた企画第2弾ということでやりたいと思います。ということでゲストに丸さん、そして大西祐介さんをお迎えしてお願いします。今日は私の質問に答えていただく形で楽屋裏トークということでいいんですか？何でも言っちゃってください。はい。いいですか？じゃあ、はい、最初の質問。はい。すごいはい、どうぞ。それぞれの初めての出会いは何ですか？美穂ちゃんとは本間さんのコットンクラブのライブの時ですよね。そうですよ。ね、まあそのちょっとイベントライブがありまして、バンドに丸さんいらっしゃって、で私はなんかあれ何だったんですかね。ゲスト的な感じで出たんでしょうかね。確か 2,3 曲歌ったところで、なんだこの人はっつってもう歌った瞬間にこう丸さんの威力にですね圧倒されて、やっばみたいなで、ちょっと連絡先聞いといてっつって、今度のツアーでご一緒したいっつって話をさせていただいて、それがでも何年ぐらい前、もう6年もう結構経ってますよ。経ってますよね。17、8年とか16年とかじゃないですか、多分2015年とか16年とか、多分それぐらいだと思う。それが初めてで、まあ、その後からツアーとかね、ライブでご一緒させていただいてるっていう感じなんですけども、このお二人は大西さんと丸さんはライブイベントみたいなのやってたんですよ。その時に大西さんにギターサポートをやっていただいて、結構やりましたよね。結構前ですか？じゃあ10年ぐらい前かな。結構前かな。3、4年ぐらいやってたかなと思いますけど。そんなやってたんですか？すごい。私と大西さんは出会いもう覚えてないんですけど、私ちょっと嘘悲しい。いつなんだろう。出会いでもあれじゃないの、ビルボードでライブをやるっていうのにスインゴさんと一緒にこうジャミロックアイの曲とかを一緒にカバーしてその時期ですね。いった時にいいギタリストがいるって言って、スインゴさんが連れてきてくださったのが大西さんで、そうですよね。あの時アフロでしたよね。もうないよ。そう最初会った時ね、アフロヘアだったんですよ。落ちてるか。でなんかソウルとかの、まあソウルも好きなんでしょうけど、でもやっぱりアコースティックギターでこう一緒にね、よく2人でライブいろいろ行きましたよね。そうですね。その時はバンドまでは行かないぐらいの感じなんですよ。そうですね。3人編成ぐらいでやってたんですけど、その後に結構その作品出す時にちょっとこうね、CD ショップ周りの時とかに一緒に2人でやったりとかすることが多く結構回りましたね。回りましたよね。なのであれが2011年とか12年とか、もうちょっと前か。10年11年前とかぐらいですね。どうでしたか、お互いの印象は？いやもう丸はこのまんまでって言うて、その後バーンって歌ってお疲れ様でしたって感じ。大西さんは日本のタック&パティのタックですからね。名ギタリストですから。名ギタリストですからね。最初の印象は、私はもうアフロっていうまあそれ見た目ですけどね、アフロなのに繊細っていう印象はありましたけどね。まあ確かにね。そうなんかすごくこう繊細な伴奏を弾かれる方だなっていうので、あと女性シンガーにモテるだろうなっていう演奏がやっぱ歌いやすいですよ、大西さんのギター。僕は何もわからない、ただ弾いてるだけですから大西さんの私の印象、第一印象、でも同じその丸のあれと同じかも、なんか歌うまいし、もうなんかこうすげえ怖いやつかもって思いながら構えてる。みんなやっぱそういうのあるんですね。だからもちろん、まあ、結局こうやってあったらこんな感じがこんな感じやんって一言で片付けられましたね。大丈夫やわ、安心してやってます。そうですか。演奏中やライブ中のお互いのここが好き。いやもう大西さんだってなんて言ったらいいんかな、すごい地震対策してるタワーマンションぐらい安定感ある。わかります。わかります。もう横揺れも縦揺れも大丈夫みたいな。ミュージシャンのその用語というんじゃないですけど、わかります。その縦揺れも横揺れも大丈夫だからね、バンマス感あるというか、あるし、なんか大西さん言ってくれればなんとかなるみたいな。適当に任すなよ。逆にじゃあ大西さん、マリさん。
ここが好きだって顔やろそう顔がな好みやってんバカいやもうこのキャラクターでしょこのキャラクターと歌が一緒じゃない、そうですよ、なんかそれがすごいと思う、うんもうなんか楽屋も会った時も一緒やもうずっと一緒やステージもずっと一緒やでバーンって歌ってバーンってバイバイって帰っていくすごいやっぱバイバイって帰っていくイメージらしいいやいやですよ。なんかだから帰っていくまでのさっき帰っていくまでのテンションが一緒すごいと思ういやなんかでも分かるなんかだからそうでしょお母さんにお会いした時に丸さんと、あこういう方なんだと思ってだからすごい子育てされたんだなと思いましたよねどういうこといやだって本当に何ていうんですか物おじしないというかそうなんか多分それがさその変わらないっていうことだと思うんですけど、その同じテンションでもう誰とでももうそのフラットな感じで行くっていうのはなんかすごいっすよね。すごいでもフラット感っていう意味では美穂ちゃんも福原美穂っていうそのシンガーをテレビとかで見てたからまたなんかちょっと感じ悪かった怖いなと思ったけど全然もうなんかそんなん思うんやいや思うよだってさなんかそう嫌やんなんかどうもみたいな感じにされるとなんかおおってなるからなるそう来るかなと思って初対面の歌手の時は一回構えるけど全然そんなんいらんかったって感じでもう嬉しいそうですフラットですよそ本当ですか、はでも丸さんがこういう人だからかもしれないですね。で現場というかみんなこうミュージシャンの皆さんは割とこうフランクで話しやすいというか、そんなイメージはありますね。なんかでもさはいその丸くんすごいさこう華々しいメジャーデビュー、いろんなテレビ番組も出て福原美穂っていうのがさこうお茶の間の歌手になっていってる時に私福原美穂だからみたいな自分になった時ってないの？天狗天狗というかまあちょっとさまあその天狗やめちゃくちゃ天狗逆に今撮ってくださってるおうおうおうずっと見てるんでどうですか、ねデビュー前から天狗感出てましたかね天狗感は自分の中の葛藤あったのかもしれないけどねもしかしたらあったかもしれないけど変わるね。でも私福原美穂って思ったことないですよ。あそうなんだそんなことは思ったことないです。本当させってそうなんかさせてって思いながら私もだからでも一番小動物系というかハラハラドキドキほんまかしてますよ。いやもういやでもこれは場数を超えてもう先輩のミュージシャンもいじっていけばいいんだっていうことを分かりましてなんかちょっとこういじりに入って最近入ってるんですけど、いつかちょっとやられるんじゃないかなってビクビクしながらもちょっといじりに入ってますよね。はいということでじゃあ最後の質問15周年ライブで楽しみなこと注目してほしい部分まだねセットリストとか決まってないですけどそうですねゲストが発表になりまして先日あそうですね大黒摩季さんが来てくださるということでですねいやー姉さすごいんすごいすごすぎるマルさんも初めてですか？私実は大黒さんのコーラスをお何やったっけな奈良の大仏の前でしてもらったことがあるんですよそのイベントネタですかそれ違いますよね奈良の大仏すごいまあ大仏っていうかお寺でやった気がするもう10年以上前かもしれないですけどねじゃあそれ以来それ以来ですねわーすごい楽しみですね。はいということでゲストもね豪華ゲストもお迎えしてちょっとこう15周年のなんていうんですかねいいところをピックアップしてなんかふわふわやなその内容的に15周年だからよしこれやっちゃうみたいなやつちょっとね新曲も今作りつつはあるんですけど間に合うかっていうのが間に合わせましょうそこもふわふわや全部ふわまだ時間あるからいけるいけますねいけますまあでも本当にゲストあとちょっと2組いけたらいいなと2組3組いけたらいいなと思ってるのでまあちょっとそのね来てくださる方たちと何を歌うかっていうのも含めていろいろ構成組んでいきたいなと思うんですけどでも本当になかなか自分がこう誰かのね周年ライブに行くこととかあるんですけど自分のライブにゲストを呼ぶっていうのはなかなかないのでちょっと緊張しますねこれ。いやそうでしょうねなんか気使うかもねね気使う楽屋ちゃんとお茶置いてあるからそこはいということで、楽屋裏トークちょっと長くなっちゃいましたけども、今日も楽しいお話ができてよかったですってこれ読んでるけどね飲むなそれは言え心から丸さんと大西さんも
15周年ライブ出演してくださいますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。楽しみに。ありがとうございました。今日はありがとうございました。福原美穂15周年イヤー突入しました。ライブ告知ということで改めて皆さんにお知らせしたいと思います。10月1日、恵比寿ガーデンホール、そして10月の16日大阪ビッグキャットということで、東京と大阪行きますので、ぜひ、フルバンドで参りますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。すでに、発表されているゲスト大黒摩季さんも、いらっしゃいますし、これから、さらなるゲストも発表になりますので楽しみにしていてください。ライブのチケットはですね、コメント欄の方に、詳細を載せておきますので、ぜひ皆さんそこからチェックしてみてください。お待ちしてます。ぜひチケットゲットしてください。